はい、こんにちは、腰痛マンでございます。本日ご紹介するのはですね、フィアットのパンダじゃなくて、トヨタのシエンタでございます。シエンタといえばですね、3代続くトヨタの7人乗りミニバンということで、どの代も、初代は普通に売れて、2代目から一気にブレイクした感じのミニバンとなっておりますね。で、2代目はなんかフランス車っぽいデザインと、内張りのアクセントとかだったんですけど、3代目はすっかりイタリアのフィアットパンダみたいなデザインになっちゃいましたね。世界一のメーカーなのに惜しげもなくパクってくるあたりが私はあんま好きではないんですけど、5ナンバーで7人乗れますという、こういうミニバンですね。日本で結構根強く売れてて、フリードとかライバル車がありますが、その辺でかなりコンスタントに、月8000とか7000台売れてるこういうミニバンっていうのはどういうものなのかっていうのを今日見ていきたいと思います。ではスタート。はい、フロントスタイルですね。なんというか3代目のパンダそっくりということで、樹脂グリルの使い方とかこの辺の処理とか、パンダだなというところなんですよね。パンダ知らない人から見たらなかなかおしゃれでいいかなと思うんですけど、パンダですね。はい。で、サイドビューですね。サイドビューも、この辺の樹脂の使い方とかですね。パンダで、このリアコンビランプに向けてのラインっていうのもパンダだなっていう。パンダをそのまま7人乗りに伸ばしたなっていう感じのですね、デザインとなってます。知らない人から見たらおしゃれでいいデザインだろうなって思うんでしょうけど、はい。はい。で、リアビューですね。こちらもですね、というか、ここが思いっきりパンダになってて、この形のランプとか、この全体的な下膨れのデザインとかもパンダだなと思っちゃうので、それは私から見るとパンダだなという感想しか出てこないのがこの車となりますので、あんまりスタイルは語らない方が良さそうだな。タイヤですが、タイヤサイズはですね、18565の15インチとなってまして、肉厚のタイヤになってます。で、このグレードだとホイールキャップということで、アルミホイールではないですね。はい、というわけでスタイルでした。なんで、これデザイナーとか、どういう顔でデザインしたんだろうなっていうところを感じますね。で、これ OK 出した人も OK 出した人だなっていうところで、ちょっと、プライドとかないのかな、理解しがたいところがあります。メカニズム見ていきましょう。まずエンジンルームから。多分こちらはヤリスと同じパワートレーンなので、中身同じような感じなんだと思うんですけど、既視感のあるエンジンルームですね。で、パワートレインはですね、1.5 リッターの M15A だったかな。94馬力かな。なんでヤリスと同じですねっていうところなんですけど、なんで1.5リッター3気筒エンジンとハイブリッドのモーターユニットとか、で、1NM のモーターとか、この後インバーターとかっていうユニットが組み合わさっております。ヤリスと同じパワートレインですけど、こっちの方がエンジンルームの高さがあるということで、ヤリスよりも若干余裕があるかなというエンジンルームになってます。で、この辺、インシュレーターも貼ってあって、ボンネットの方もちゃんとインシュレーターがついてますということで、ベーシックグレードですけど、この辺は配慮されてるなというところですね。はい、ということでエンジンルームでした。はい。で、エンジン下はですね、カバーで全面覆われてますというところで、この辺ヤリスと同じなのかなっていう感じですね。足元空間も含めてなんですけど、おそらく前半分はヤリスのプラットフォームなんだろうなというところですね。で、こちらフロントサスペンションですね。こちらスタビライザー入りということで、足回りは結構柔らかそうなので、この辺で制御してるのかなというようなメカニズムになってます。で、アンダーフロアですね。こちら、途中までフラッシュサーフェスというか、平べったくなってて、後ろ半分の部分、イヤーセクションになると結構剥き出しになりますね。この辺、前3分の2ぐらいまでカバーされているというような状態になってますね。で、リアサスペンションはトーションビームとなってます。でも、ヤリスよりだいぶオーバーハング、リアオーバーハングが長いので、ちょっと違うプラットフォーム、こういうちっ
ちゃいミニバンとかワゴン専用のプラットフォームなんだろうなっていうところを感じます。ヤリスだとトーションビームの中にスタビライザー入ってましたけど、こちらはどうなんでしょう。ちょっと見えないかな。ビームが入ってる入ってないっていうことよりも、山境道での柱でちょっと見てみましょうかねというところですね。では、フロントシートじゃないや、運転席見ていきましょう。やっぱこのドアがちょっと閉めにくいな。シートの感じは普通ですね。普通のファブリックのヘッドレスト分割式シートということで普通ですね。ヤリスのノーマルもこれぐらいにしてくれりゃいいのになぁと思うんですけど、そこはいいでしょう。はい。硬さも柔さも普通なんで、普通で、運転席に座った感じはヤリスとよく似てるというか、多分これヤリスと同じコンポーネント使ってるんだろうなと思います。足元は広くて運転しやすいですね。思ったより全然広い。で、ちゃんとフットレストもついてますということで、ミニバンというと広くしようということで、ペダルとかが右に寄っちゃったりとかして、足元がなんか変な感じになったりするんですけど、そういうこともなく、自然なポジションで運転できますね。なんでフロントは2人しか座らないからか、結構ドライバーに配慮された運転席になってます。で、ステアリングは、チルとテレスコがついてますということで、これはいいですね。で、シートリフターもありまして、ここまで上がりますね。ここまで上げると、私のポジションだと、ボンネットのヘッドライトの膨らみが見えて、左右の間隔が取りやすくなります。で、ちょっと高いかなと思ってたベルトラインもちょうどいい感じなんですけど、若干圧迫感があるかなというところなんで、私のちょうどいいポジションとしては、こう半分ぐらいかな。半分から3分の1上げたぐらいがちょうどいいかなというところですね。でもそうするとちょっとですね、ベルトラインがなんか高いな、ミニバンの割に高いなっていうのがあるので、左右の見切りが若干不安なんですけども、というところがあります。うん。で思った以上にドライバーファーストでいいなというところですね。うん。ステアリングはですね、こちら、オーディオコントロールだったり、あとはレーダークルーズがついてますね。電動パーキングではないので、停止補助まではつかないと思いますが、全車速追従式のクルーズコントロールがついてます。で、メーターなんですが、こちらヤリスのものと同じですね。肘で開けて、これで持ち出す。では、2列目乗ってきます。はい、乗り込みはフラットなので、すごくしやすいですね。座るとですね、私のこの肩の高さだと、ヘッドレスト上げないと、こいつが肩の肩甲骨の部分を押してくるので、どうしても上げないとダメですね。で、シートの硬さとかは、普通、ちょうどいいぐらい、良くも悪くもなく、そつなくという感じのシートとなってます。で、シートベルトもちゃんとありまして、で、シートスライドもあるので、3列目人が乗らないんだったら、これぐらいまで余裕ができます。で、真ん中ですけど、真ん中はここからシートベルトが生えてますので、こっちに刺して、で、この、ちょっと短いやつをこっちに刺して、この時なんですけど、座り心地はあんまり良くないです。足元は広いんですよね。フラットなんで広いんですけど、ただ、この6対4分割のシートの部分がですね、この背骨の中心からずれてシートの分割線があるので、そこがなんともちょっと気持ち悪い感じですね。ただですね、足元はフラットで、前席の間に足を伸ばせますので、この辺は、座れるかなというところではあります。で、このめんどくさいやつ外しますね。次はシートからシートベルトが出てるようにしてほしいなぁなんて思いながら、結構戻すのもめんどくさいので。じゃあ、サイズ見ていきましょう。で、シートのサイズ。座面長さは
48センチ。で、座面の高さは37センチ。7センチ。で、足元広さは、一番スライドしたところで37。一番前に持ってきますと、24センチですね。なんで3列目人乗せると、この24センチになっちゃうので、こうなったら、座れなくはないというような感じとなりますね。では3列目乗っていきましょう。3列目乗り込むときはですね、2列目を前にしまして、一番前にして、で、倒すとロックが外れて、2列目シートが前に出るので、この形で乗り込みます。こういう形かな。はい。はい、こういう形ですね。2列目シート一番前にした状態でも、ギリギリ座れるかなってとこですね。シートフレームに足が当たって痛い。シートベルトはちゃんと2人分あるんですけど、ちょっと痛いかな。2列目じゃない、3列目に乗ったら戻して、シートバッグを上げますと。もうちょい前にスライドしてくれるといいんですけど、そうすると2列目は厳しいのかな。座れなくはないですけども、快適ではないっていう3列目ですね。なんで子供とか、身長150から60ぐらいの人なら、170はちょっと乗れない。私170なんですけど、170はちょっと厳しい。足が痛いってところがありますね。はい、この時の3列目ですね。で、シートの長さは40センチ。シートの高さは37センチ。で、足元空間は19センチ。ということで、フィアット500ぐらいか。であると、座れるのかな。ただ、ここですね、このシートバッグ。シートバッグのこのパイプが当たっちゃうので、これがなければもっと良かったですね。で、例えばリアシートスライドすると、足元空間は、6センチということで、もう座れないですね、これだと。なかなか厳しいですね。はい、という3列目となってます。フロントのドアトリムですね。ドアトリムはですね、アームレスト部分が柔らかいファブリックになってるんですけれども、それ以外は基本ハードプラとなってます。ただですね、プラでもですね、質感がちょっとそれぞれ変えられてたりとか、表面の脂肪が違ってたりとか、色が違うということで、アクセントが加えられててですね、いいと思います。ここにですね、ドリンクホルダーがあるのと、こういう感じで A4 サイズの書類なら入りそうなポケットがついております。てか入るポケットがついてますね。こちらですね、小物入れというか、これですね、ドアハンドルになってて、ドア閉めるときに、ここ持って閉めないといけないということでですね、これがちょっと不便かなと。本来いつもこの辺にあったりするんですけど、ここら辺にあったりするんですけど、ここ持たないといけないので、これが若干違和感があるなというところがあります。で、ユーティリティをパパッと見ていきましょう。で、このスクワークルな形のエアコンの引き出し口ですね。スクワークルっていうのはフィアットパンダで採用されている丸くて四角い形となってますので、別に嫌味なんですけど、はい。こんな形です。ここにドリンクホルダーのベロ付きのやつと、鍵置きかなっていうようなトレイがあります。ペーターのフードの奥に、ここにですね、物入れがありますね。スマホとか置けそうな感じの物入れがついております。で、エアコンも若干デザインは違いますけど、基本的にヤリスハイブリッドのものと同じですね。で、こちらにですね、各スイッチ、EV モードなどなどというスイッチと、ここにですね、USB Type-A-C ですね。で、これつなげると、こっちのディスプレイオーディオの方につながりますので、Android Auto とかもこれで使うことができます。で、ここにですね、ドリンクや物を入れちゃいけないよっていうマークのついたトレイがあります。なんで、これはおそらくスマホとかそういうのを入れて充電してねっていうことなのかどうか。でもどうしてもやっぱペットボトル入れちゃいますよねってことですね。こちらにはトレイですね。なんで、ここは確かオプションを引っ掛けることができて、なんだっけな。多分補足で出てくると思うんですけど、くっつけられるようになってるフックですね。で、助手席側のドリンクホルダーとなってます。グローブボックスは、
多分ダンパー付きなんでしょうね、これ。日産セレナのマイナーチェンジでなくなってしまったグローブボックスダンパーが付いたグローブボックスとなってます。結構横に広くてですね、こういう A4 のファイルが余裕で入っちゃうので、これ非常に良いです。4駆や上級グレードだとこの辺いろいろつくと思うんですけど、ここはほとんど目比べたになってて、ここにアクセサリーソケットがありますというところとなっておりますね。で、ここですね。多分ここは、このランプの部分はマイナーチェンジ後のヤリスと同じものになってるかなと。成型色は違うんですけど、同じ形のマップランプになってます。ではリアシートのユーティリティですけれども、まずドアですね。ドアのトリムのところに、こちら、ドリンクホルダーがついております。というところですね。サンシェードは、このグレードはなしかな。なんで、運転席裏には USB Type-C ポートが2つと、ここにスマホなどを挿しておけるポケットがついてます。助手席側は特になし。で、サードシートのユーティリティとしては、肘掛けのところにドリンクホルダーが1個と、スマホが置けるようなポケットがありますということで、これが左右についてまして、3列目座ってと便利に使えると思いますね。あとはですね、助手席と運転席の間に隙間があるので、ウォークスルーができますね。こういう感じでいいのではないでしょうか。では、荷室見ていきたいと思います。開けます。買い物かごはですね、ギリギリ置けるスペースがありますが、ちょっと置く位置によっては、このバックドアをぐっと押し込めないといけないというところがあるので、ちょっと若干ギリギリとなってます。で、3列目使う時の荷室スペースはこうなってまして、幅としてはですね、この布地の部分で97となってます。で、奥行きがラゲージのガードの部分まで31ということで、最小限って感じですね。E52L グランド初期型の荷室よりはマシかなと思いますけど、そんな感じですね。で、ここのですね、ラゲージボード開けると、ハイブリッドなんで、ここバッテリーがついてますということで、なんとも左右にちょっとだけスペースがあるというところですね。ガソリンだと、ここが全部使えて、旅行の道具とか置きやすいと思うんですけども、ハイブリッドはこんな感じですね。で、奥行きというか深さ22、3センチぐらいの、23センチぐらいかなの小物入れがあります。はい、こちらですね、3列目を倒してみましょう。シートの両端についてるレバーで荷室を倒します。ってやると、こういう状態になるので、普段こんな感じで使うのかなっていうところですね。で、あとここですね。ここにライトとか、ここにパンク修理キットとか、牽引フックとかが入っております。で、この時のですね、荷室の長さは、シートバックから取るとですね、ラゲージのガードの部分までで78センチぐらい。斜めの長さがですね、118ぐらいのスペースができますので、買い物とかしたならこの状態で使うのかなというところですね。一番広いところにしたいと思います。で、3列目のここのストラップ部分を引っ張って前にバタンとこうやりますと、で、こういう風に腰がはい、このようにするとですね、こういうラゲージスペース、なんともフラットではないんですけども、高さはフラットなんですけど、床面がちょっとというところがありますね。で、この時がですね、この時133センチ奥行きがあります。この座面の部分から座面の部分で考えますと、はい、斜めの長さが158センチとなっております。真ん中にリアサスの這い出しがありますけれども、大きい荷物を乗せるときは、ここがよろしいかと。
こういうモードがちょっと腰にきますけど、よろしいのかなと思います。で、この時の高さですね。測り忘れてましたけど、高さは107ぐらいかな。107ぐらいとなってますので、結構スクエアな形なのではないかと思いますね。なので、ワゴンの代理としてもいけるのかなというような広さになってますが、ワゴンの代わりとするとちょっとアレンジに力がいるのと、アレンジした後の形があんまり綺麗じゃないっていうのがあるので、なかなか考え物ではありますが、このような形となります。では戻していきますかね。なんでやっぱ、でもただやっぱ人が乗れるっていうのはメリットなのかなとは思うんですが、7人乗れるっていうのはメリット。荷物もこうするとある程度乗せられて、いざという時に7人乗せられるっていうところはメリットなのかなと思うので、なかなか難しいですね。と思ったら。よし。はい。じゃあこれで締めましょう。では行きましょう。スモール。ロービーム。ハイビーム。ハザード。はい、スモール。ブレーキ。ハザード。バックランプ。以上かな。はい、ですね、今、シエンタに乗ってます。グレードは X。普通のやつかな。で、モードは今、ノーマルで乗ってますね。エコモードとかせずノーマルで乗っておりますが、ヤリスのパワートレインということもあってですね、ヤリスほど警戒感はない、車重があるので、しょうがないんですけど、縁ではないでしょうか。ヤリスより静かなのかな。ヤリスより静かだから、エンジンがかかった時の気づきっていうのは、あれと同じですね。E パワーと同じような感じでありますね。で、アクセルに対する反応も若干ヤリスよりもっさりしてるかなというところがあります。ただ、ロードノイズとか、あと、段差の受け止め方っていうのは結構マイルドになってて、これは悪くないのではないかなと思います。ミニバンらしいふわんとした乗り心地で快適ですね。で、ステアリングも結構軽いんですけど、軽くて遊びがなくて、ですけど、なんでしょう。スカスカな感じということもなく、操作はしやすいかなという感じですね。で、左右の見切りですけど、ちょっと左がベルトラインが高いな。悪くはないけど、慣れが必要そうなベルトラインの高さになってますね。ブレーキについては、というか、なんというか、ちょっとガソリン車の感覚で踏むと、カクンと効く時があるんですけど、こういうハイブリッド車のブレーキと思って踏めば、最初柔らかく踏めば、スムーズに止まることができます。乗り心地も悪くないので、一般道で乗る分にはすごくいい車なのではないでしょうか。ちょっとベルトラインが高いのは気になりますけど。ノーマルモードでも結構、最初のアクセルに対する反応は緩やかですね。そんなにキビキビ走る車ではないと思うんですけど、なかなかゆったりとした反応になってます。今、60キロ、70キロで流れてるバイパスだと、基本的にふわふわした感じ、ゆっくりゆっくり、船みたいにふわんふわんと揺れてる感じがありますね。で、その中に路面の段差とか越えた時に、ゴヨンゴヨンとした動きが入ってくるなという感じでですね。
まあ、丸く丸めてる感じで、まあ一般道であれば、こういう乗り心地で快適かなというふうに思うんじゃないでしょうか。なんでまあ高速はどうなるかちょっと気になりますね。では高速道路やってきましたので、70キロ100キロやっていきたいと思います。もうちょい平地になったら。はい。はい。まあ普通のタイムかなーっていう感じですかね。6秒か7秒ぐらい。もうちょいあるかな ?8 秒ぐらい。まあ7秒から8秒台ぐらいかなっていう感じで。まあ結構スムーズにやっぱりハイブリッドだから出ましたね。で、100キロで今巡航してますけれども、乗り心地は柔らかめ、ふわふわしてますけど、直進安定性は一本ピシッと芯が通った感じのものがあって走りやすいなっていう感じですね。で、120キロ加速します。はい、120キロですね。メーターはパワーモードに振り切れまして、なかなか俊敏な加速で120キロ走ってくれますね。で、120になると、なるほど。120キロでもですね、ロードノイズがあんまり変わらないっていうのはすごいと思います。なんで結構下からの防音がしっかりしてるなというところがありますね。なんで横からガラスとかルーフから入ってくる音はまああるんですけど、下からの防音はかなりしっかりしてると思いました。で、120になると、横風はそんなに今当たってますけど、影響を受けないんですけど、ちょっとハンドリングが怪しくなるというか、まっすぐ走るんですけど、100キロの時に比べてちょっと若干左右に、ブレるというか、ちょっとこう芯が1本通ってた感が少し、右に左にブレるところがあるかなっていう感じがありますが、思ったより全然ちゃんと走ってくれるので、これはいいのではないでしょうか。で、あとこの時ちょっとこうピッチングみたいな前後にゆーらゆーらするところは少しあるんですけど、もっと壊滅的な走り、ミニバンなんで壊滅的な走りなのかなと思ってましたけど、全然そんなことなくしっかり走りますね。これならヤリスよりもこっちを買うっていうのもありかと思いますよ。やっぱロードノイズの変動のなさがいいですね、こちら。はい。なんで120キロ巡航はちょっと酔いやすい人はもしかするとこの前後のふわんふわんした動きで酔うかもしれないですけど、そこさえ気にならなければ120キロ巡航全然いけるかなという感じです。はい。で、今90キロにしました。これぐらいだと全然余裕ですね。で、若干風切り音が気になるような感じではありますが、軽とかに比べると全然静かなので、こちらは走りやすいですね。やっぱロードノイズ、タイヤハウスとフロアからの防音っていうのがすごくちゃんとしてるなーっていうの感覚があります。山坂道の上りなんですけど、加速はですね、やっぱりハイブリッドなだけあってモーターパワーがあるので速いですね。速いというかトルクがありますね。アクセル踏んだ時の突きがいいですね。ちなみにモードはノーマルで今走っております。ちょっとこう前半分は多分ヤリスなんだと思うんですけど、ヤリスほどの小回り感はなくて、カーブ中になんかちょっとこう真ん中が折れるというか、真ん中がきしむ感じがするかなっていう、感じですね。あんまり得意じゃなさそうだ。思ったほどロールもしないし、一般道で結構足回りが柔らかかった割にロールはあんまりしなくていいんですけど、ただやっぱりちょっとアンダーな感じが
ありますね。ハンドルに対してボディが無理なく曲がっていく車っていうのがヤリスとすると、こいつはちょっと切れ角に対して結構無理しながら曲がってるような感じが曲がっててありますので、ある程度は速いですけども、当たり前ですけど、攻めて速い、攻めるのに向いてる車ではないって当たり前なんですけど、ありますねと。では、山坂道の下りでございますね。上りの感じからすると、あんましステアリングだけグイ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 内側に入れていくと、スピンするというか、滑ってぶつかりそうなんで、その辺気をつけていきたいと思います。ここはダメですね。切り返しの反応も思ったよりいいですけど、やっぱりまったりとした感じでございますね。なんでアウト側がボディがガーって沈んでタイヤに負担がかかってもうダメですっていうところをよく感じますね、こちら。カーブの立ち上がりでアクセルグッて踏んで加速していこうとすると、ヤリスと同じようなタイミングでやると滑っていくというか値を上げちゃうので、そこら辺もうちょっと我慢しないと、ボディが水平になってからアクセル踏まないといけないかなっていう感じがよく伝わってきますね、こちら。ただなんでしょう、行楽地の山坂道で後ろから来た調子乗ってる車ちぎるっていうのはちょっとしにくいかなというところがありますね。やっぱちょっと左右なんとやっぱ足は柔らかいからかふにふに感があるというところでございます。はい、ではまとめでございますね。こちらのシエンタのハイブリッド多分 X、評価は星4ということで良質な車だと思います。ただ私の欲しい度は 0% ですね。やっぱデザイン。これ買うなら、5人乗りだけど、パンダ買います。か、フリード買いますということで、さすがにオリジナルのデザインなんかもう、特に敬意を表したわけでもなく、そのまんま取ってきてる感じが嫌いですね。エクステリアを置いときまして、インテリアのところですね。やっぱりこういう7人乗り、このコンパクトで7人乗りのミニバンっていうのはですね、普段は4、5人で、3、4人かなで使いますというところですけど、突然の来客とかあった場合でも、なんとか対応できるっていう安心感、何でもできる感っていうのがね、すごいあるなっていうのを感じますね。なんかね、感覚としては、深夜の通販番組で売ってる、何でもすりつぶせるミキサーみたいな感じの車だなと思いましたね。あるとすごい頼もしい。きちんと7、8に乗せるんだったらフルサイズのミニバンとかになるんですけども、やっぱりそれだと排気量もでかくて税金も高いし、サイズも長くて背も高くて、なかなか手持ち無沙汰というか運転してて億劫になったりするしっていうところに、こういうサイズの車っていうのは全然ありなのかなと思います。いざ本気で使おうとすると、なんで7人乗ろうとすると全員微妙に狭くなっちゃうところがあったりとか、荷物をフルに乗せようとすると結構腰にくるシートアレンジしないといけなくなっちゃうとか、そういうところっていうのはですねあるんですけど、普段使いではその辺そこまで労力を要さず普段使いができて、ちょっと頑張れば7人乗れますというところ、荷物もいっぱい乗せられますというところはかなりいいんじゃないでしょうか。だからどのメーカーも今はですね、3列のこのスライドタイプのコンパクトミニバンだったり、2列のスライドドアのコンパクトタイプのミニバンだったりっていうのをですね、自前だったり OEM でどこもほぼ用意していると、ラインナップ入れてると思うんですけど、もしそういうのがないメーカーがあるとすると、そこは多分相当。はい。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。面白かったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。では次の車やガジェットの動画でお会いしましょう。さようなら。